こんにちは、日本語クラスです。皆さんお元気ですか？私は元気です。今日は皆さんに大切なニュースがあります。お知らせ、インフォメーションです。はい。JLPT の読解、リーディングのクラスを開きます。はい。これは私の授業、レッスン、クラスです。はい。オンラインで一緒に皆さんと勉強します。はい。YouTube で勉強します。ではありません。そうです。ぜひ皆さん一緒に勉強しましょう。何を勉強しますか？それは JLPT の読解です。読解です。そうですね。読解難しい。そうです。読解難しいから先生教えてください。クラス開いてください。たくさん連絡をもらっています。はい。ですので、やります。はい。やりましょう。ではでは、そのクラスについて皆さんにお話しますね。これはYouTube ではないです。YouTube のクラスではなくて、オンラインで皆さんの顔を見ながら授業をします。一緒に勉強します。はい。ですので、申し込みをしなければいけません。皆さんね。ですので、ちょっとね、その説明をします。はい。で、説明しますが、今日ですね、このお話、申し込みするところがあります。ちょっと先に見せますね。はい、これです。ここに書きました。オンラインレッスンと書いてありますね。これ私のホームページです。ホームページ。これはリンクがここに書いてあります。はい。ここに書いてあるし、あとは私の、今日のビデオの下のところ、ビデオの説明のところ、ディスクリプションのところにも書いておきます。あとコメントのところにもリンクを書いておきますので、そこからこのオンラインレッスンのリンクに入ってください。ここから申し込み、アプライしてください。はい。では、ではと言いましたが、もしね、ちょっとね、先生と時間が合わないです。ダメです。私の国は、その時間は夜です。寝ています。ね。そうですね。そういう人もいると思います。そういう人は、ビデオで勉強するものがありますので、はい。ね。そちらもぜひ使ってください。こちらもとても皆さんに使ってもらって、皆さんテスト合格してますので、いつもね、皆さんも使ってください。では、じゃあ、ライブクラスについて説明しますね。そう、ライブクラスという名前にしました。実際に、ライブとして皆さんとリアルタイムで勉強しますので、ライブクラスという名前にしました。はい。で、このクラスはもう9月から始めます。もうすぐです。実は9月の28日から始めようと思っています。早いってね、すぐです。そうです。ですから皆さん早く申し込んでください。ここにいろいろ書いてありますが、これについてはさっきの私のホームページの中で説明がこれ見られますから自分でも見てくださいね。今日簡単に今説明します。このクラスは読解を勉強するクラスです。そしてクラスは N3 からあります。N3、N2、N1 です。はい。で、時間は、ですね、日本時間の9時半から N1 だったら午後1時からです。全部1時間ずつです。いつからですかと言ったら、それは9月の28日からです。はい。で、9月の28日、これ全部 N3、N2、N1、全部9月の28日から始めます。はい。で、10月も3回します。11月は4回します。
全部毎週日曜日です。日本時間の日曜日。はい。で、時間はこの時間。この時間はダメです。仕事ですとか、寝ています。忙しいです。そういう人はビデオレッスン。さっき見せましたビデオで勉強するものを見ましょう。それもオンラインホームページで申し込みしてください。そして、いくらですかというのね、皆さん知りたいですよね。大切な話ですね。それは、ここにはちょっと書いてないので、自分でホームページを見てください。これちょっと注意が、9月1回しか授業しないんですけど、1回の授業でいくらですと書いてあります。ここね。オンライン見てくださいね。で、10月は3回なので3回でいくらです。11月は4回なので4回の授業でいくらですということです。で、これはN3 と N2 の人は料金が同じです。値段が同じ。N1 はちょっとやっぱり難しいんですね。これね、N1 教えるのって大変なんですね。ですからちょっとこちらは料金が上がります。ですが、ここの料金は私の今までのオンラインレッスンよりもっともっともっと安いです。はい。これグループで勉強します。皆さん一緒に勉強します。ね。ですから少し安くすることができます。で、クラス何人でもいいですよ。100人でもいいですよ。じゃないんですね。100人だと私教えられません。だから15人にします。はい。15人までです。N3 は15人まで。全部 N2 も15人まで。N1 も15人までです。これ9月1回で15人ね。10月3回で15人。11月4回で15人。そういうことです。で、これずっと9月からずっと入ってもいいんですよ。9月からずっと入ってもいい。ずっと入ったら、8回勉強できます。ね。で、もちろん長く入った方がいいです。いつも勉強すること違いますから、続けてやめないで入った方がいいですが、時間がない人、忙しい人いますね。その人は例えば、ちょっと11月の4回だけ行きますとかでもいいですよ。そしたら11月の4回だけお金を払う。それか9月1回大丈夫行けますが、10月は休みます。そして11月行きます。それでもいいです。はい。あなたの予定に合わせてください。あなたのスケジュールに合わせてください。ね。はい、この話一番大切でしたね。で、あとは簡単にお話しして、あとは自分でも読みましょうね。これ、オンラインの申し込みのところで見られますから、自分で後で見てください。そうですね。本を使って勉強します。9月から11月までのこのライブクラスで本を使って毎週勉強します。だから本を買ってくださいね。皆さんね。で、本を買います。ってね、本買うのはどの本ですか？それ下に書いてありますから、後で見てください。ちょっと後で説明します。で、あとこれはこのライブクラスは Google Meet とか、Google Meet とか Zoom に似ているアプリケーションを使います。はい。ですので、皆さんパソコンとかスマートフォンから授業に入ることができます。はい。私が皆さんにこの Google Meet などのリンクを送りますので、そこをクリックしたらすぐにクラスに入れます。ね。で、もう一つ、じゃあ行きましょう。大事なこと。時間が合わないんですという人ね。クラス行きたいけどダメです。時間ダメっていう人。この人も実はこのクラス申し込んでいいです。どうして？それは、このクラスはビデオで授業を、レッスンをビデオレコーディングします。レコーディングします。だから皆さんビデオで見ることができます。はい。ですので、
例えばあなたが1回もクラスに参加できない。ダメです。いけません。私の国は夜です。寝ています。そういう人ね。例えば。それでもいいですよ。申し込んでください。大丈夫です。ビデオを見てください。はい。で、ビデオは1週間見ることができます。授業が終わってから1週間見ることができますから大丈夫です。はい。自分でビデオ見て勉強できますね。だからビデオレッスン買ってもいいんですけど、もちろんあっちもあった方がいいんですね。とても細かく詳しく説明してるので。あれと、あとこのライブレッスンのビデオ、どちらも見た方がいいです。合格しやすくなります。はい。だけど、その1回もクラス来れない人でも本は買ってくださいね。本は必要。そう。ね。本がないと勉強できないです。はい。で、クラスに入る方法です。どうやってクラス入りますかというの。このさっきのホームページからお金を払ってください。ホームページのリンクはこれ。だけどさっきのね、今日のビデオのディスクリプション、説明のところとコメントのところにこれ書いてあります。で、申し込むとき気をつけてください。あなたの名前ですね。名前ね、別の名前書かない。あと短くしない。はい。パスポートと同じ名前で申し込んでください。パスポートと同じ名前でアプライしてください。はい。そしてあなたの Gmail で申し込んでください。Gmail。はい。Gmail を、私が使うんですね。Google Meet も Gmail の方がいいし、あとちょっとその後、Google のソフトを使うので Gmail が必要ですから Gmail で申し込んでくださいね。で、お金払ったらすぐに本も Amazon などで買いましょうね。で、その後お金払ったら終わりじゃなくてすぐにです。申し込んだらすぐ ID を送ってください。あなたの ID。あなたは誰ですかというの。私、わかりません。ね。ですから、あなたは誰です。日本語勉強してます。どこの人、どこに住んでます。教えてくださいね。ID。で、ID ちょっと後で説明します。何の ID ですかってね。で、これ届いて、こちらで、OK です。危ない人じゃないですね。とチェックしたら、Google クラスルームという、とても便利なものがあるんですけど、クラスについてのね、インフォメーションを、全部分かりやすくしているものがあります。アプリです。Google クラスルームのリンクを届けます。私が送りますので、ここまでは自分でする。2番まではすぐにやってください。ID を送ってくださいね。そしたら、Google クラスルームリンク届く。そして宿題をしましょう。そしてクラスに来てください。ね。はい。クラスはパソコンでもスマートフォンでも大丈夫ですよ。大丈夫ですね。こうね。はい。で、ID というのは、簡単に言うと ID は日本に住んでる人は在留カード。で、日本にいない人はパスポートの写真、顔の写真ね。パスポートの写真って書いてありますけど、パスポートの顔が書いてある写真のページ、あのページですね、を送ってください。昔の古いものじゃなくて、今も使うことができるパスポートね。今も使うことができる在留カードですよ。それを送ってください。写真に撮ってメールで送ってください。アドレスここですね。で、これもちろん、悪いことに私たち使いませんので大丈夫ですよ。あなたのチェック、誰ですかっていうのね、知りたいですから、それだけ。はい。それだけのために使いますから、怖い。ID 送りたくない。そんな風に思わないでください。大丈夫です。こちらも怖いです。あなた誰ですかってね。そう。はい。で、クラス入れない人もいますね。こういう人は日本語教えてる先生ですとか、日本人なんですとか、または日本人じゃないけど日本語がもうペラペラです、上手ですとか、
そういう人はダメです。お金払っても全額返しません。はい、次。で、じゃあ本についていきましょう。本はですね、必ず絶対に買ってください。必要です。本は9月のクラスから11月のクラスまでずっと使います。同じ本を使いますよ。で、本は、ここにリンク書いてありますのでね、N1 の人、N2 の人、N3 の人書いてありますから、これ後で見てください。これチェックすれば、ここをクリックすれば、Amazon のリンクにジャンプしますので、Amazon じゃなくてもいいですよ、買うときね。でも、本の名前ね、間違えないでくださいね。で、これ、初めてのクラス、最初のクラス、例えば9月のクラス、間に合わない。本がないです。Amazon で買いますけど、1週間かかります。ね、そうですよね。大丈夫、大丈夫。その人でも、見せます。私が見せます。クラスで使うページはクラスの前に Google クラスルームで PDF を見ることができます。だけどこれ毎月1回目のクラスだけなので2回目のクラスからはないです。PDF ないから本を買う。2回目から PDF ない。本を早く買いましょう。ね。はい。では次。10月はクラスに1回だけ入りたいです。例えば10月クラス3回ありますが、1回しか行かれませんから1回だけ払ってもいいですか？できません。2回休んだらビデオ見てください。ね。だから9月はクラスは1回ですから1回分払う。10月もクラス3回ありますから3回分払う。11月は4回あります。4回分のお金を払う。そう。だから、もしあなたが休んでも3回分を払う。全部払うんですね。で、休んだらビデオを見ればいいです。ビデオを見たら勉強できますから。ね。そしてこれ、次、お金の払い方。これとっても大切。はい。お金払い方はクレジットカードとデビットカードだけです。これ、銀行振込はできません。クレジットカードないです。どうしようという人、大丈夫ですよ。心配しないで。クレジットカードない人ね、これ、バンドルカードが使えます。知ってますか？バンドルカードって。これすごく便利。すごい。はい。これ、バンドルカードについて、ここに書きましたが、バンドルカードはスマートフォンでバンドルカードのアプリをインストールすると、もう簡単に自分の ID ができるんです。外国人の皆さんもできます。はい。で、それをコンビニとかでお金をチャージしたら、ローソンとかセブンイレブンで、ビザカードができるんですね。すごいですね。ですので、これで払ってください。そう、できますよ。ですので、これ Google プレイの、リンク貼りましたが、Apple、iPhone もあるはずなので、バンドルカードで探してみてください。で、これでビザカードできたら、この私のホームページでお金を払ってください。バンドルカードね、便利だからね、おすすめですよ。ぜひぜひ。この私のクラス以外でも使えると思いますから、バンドルカードぜひぜひ使ってみてください。で、だけど外国にいる人は、クレジットカードですね。日本にいません。外国にいます。その人はクレジットカードとデビットカードで払ってください。どっちかね。はい。外国の人はバンドルカード使えないと思います。はい。コンビニチャージができないと思いますからね。はい。お願いします。で、最後、クラスのルールです。最後です。クラス休むときはメールで連絡してください。メールを送ればいいです。で、クラス休んでしまった。その後は、ビデオを見て勉強してください。ビデオがありますからね。ビデオはクラスの日から1週間見られます。ね、いいでしょ？ビデオがあるから。休んでも安心です。そして、宿題は何ですかというの。それ、Google クラスルームでお知らせします。連絡しますから、宿題チェックしてください。見てください。で、勉強してください。ね。はい、大丈夫ですか？そしたら、
ちょっと今早く説明しましたから、ちょっともうちょっと説明してくださいってね、思いますよね。はいはいはい。ですがちょっと今は時間ないし、あとは自分で読んでほしいので、さっきの申し込みのページから見られますから、リンクが書いてあります。クラスについて説明詳しくって書いてありますから、そこをクリックすると今見せてるこのドキュメントが見られます。で、これは英語ですね。英語もあります。英語の説明のものもありますから、英語だったらすぐ読めますという人もね、いますね。そういう人は英語で読んでください。これ全部同じことが書いてあります。はい。で、このクラスのルールとかは全部 N3 も N2 も N1 も同じですから、皆さんこれ読めばいいですよ。ね。で、まずは詳しくはその私のホームページから申し込みのところを開いて、そこに説明書いてありますから、それを見ればわかります。はい。では、これですね。今お見せしているオンラインレッスンと書いてあるこれですね。ここから見てください。ね。これは今日のディスクリプションに書いてありますよ。このリンクね。ディスクリプション、説明のところ。今日のビデオの下の説明のところと、コメントのところにも書いておきます。見てください。で、クラスね、これ、ライブクラス、休んでもビデオで見られるんですね。クラスをレコーディングしてますから、ビデオで見られますが、やっぱりね、クラスに来て話聞いた、先生に質問したり、クラスはできるんですね。だけど、どうしても来られない人は、ビデオレッスンもいいと思います。ビデオで勉強する。これも。ただ、はっきり言って、どっちも見た方がいい。ビデオレッスンはこれも見た方がいいし、オンラインレッスンのビデオでもいいですし、ライブクラス来てもいいし、来た方がいいですね。勉強することちょっと違いますので、はい。ね。では、これはその読解の N2 のクラス。これはビデオレッスンですね。ビデオレッスン。と、これは N1 のビデオレッスンです。はい。で、あとは、他にも、読解 N2 の読解、ごめんなさい。これは語彙のビデオレッスンもあります。これも大人気です。とっても人気。50個語彙勉強しましょう。大事です。こういうのとか。他にもいろいろあります。N1 のビデオレッスンもたくさんあります。N1 ね、勉強することたくさんありますから、ビデオレッスンを作っていますよ。見てください。で、あとはビデオ、ズームレッスン。これもライブクラスですね。ビジネスの日本語をやったり、プライベートレッスン。あなたが時間あるとき、いつでも私教えます。これは一人です。あなた一人、私一人で勉強します。レベルも N5 から N1 まで何でもいいですよというクラスありますので、ぜひね、全部このオンラインレッスンのリンクから見てください。このリンクは今日の下の説明のところに書いてあります。今日の YouTube の下の説明のところに書いてあります。はい。ね、大丈夫ですか？説明早かったですね、ちょっとね。はい、ぜひぜひ見てみてください。9月のクラスはもう本当にすぐ始まるので、皆さんすぐ申し込みましょう。一つのクラス15人までしか入れませんから、急いだ方がいいです。はい。これまだ皆さんにやりますと言ったの。まだもう最近なので、最近というか実は昨日オープンして今日 YouTube で皆さんに初めて話してますからまだ大丈夫だと思います。はい。早い方がいいですよ。早い方がいい。まず9月1回来てみようでもいいと思いますね。はい。9月は1回だけだったら、本を買わなくてもいいですから、はい。まず1回来て、やってみようでもいいと思います。で、もう面白い、楽しい、もっと勉強したい。そしたら10月も来ればいいと思います。はい。
ぜひぜひまずは9月からぜひ来てください。私も皆さんと勉強するのをとっても楽しみにしています。一緒に勉強して JLPT 合格しましょう。頑張りましょう。できます。やればできる。やらなかったらできません。はい。どうしますか？やる？やらない？ね、考えてください。やる人を私は助けます。サポートします。はい。では、ぜひぜひ皆さんが来てくれるのを待ってます。一緒に勉強して、ぜひクラスでも皆さん友達作れますので、皆さん世界の人一緒に勉強して楽しく勉強しましょう。そして一緒に日本語わかる、できるようになりましょう。頑張りましょう。はい、では待ってます。今日もありがとうございました。こんにちは、日本語クラスです。JLPT N1 読解リーディング問題、はい、N1 レベルの問題を一緒に読んでみましょう。はい、今日の問題の長さはこれとこの2ページです。はい、まず最初に私が読みます。はい、耳だけで聞いてどれくらいわかるかチェックしてもいいと思います。はい、では読みますね。異文化間での価値観の理解と共有を促すには、相互の文化や価値観に関する教育やトレーニングが効果的だ。これにより、人々は自己の文化や価値観を客観的に見つめ、他者の視点をより理解できるようになる。真に理解し合うには、その一方ではなく、両者の相互的な働きが必要であり、それを通じて何か新たな価値を生み出し、それを共有していく姿勢が求められる。はい、これが今日の問題です。はい、ちょっと難しいかもしれないですね。はい、でも大丈夫です。一緒に確認していきましょう。ではまず最初、異文化間での価値観の理解と共有を促すにはと始まってます。だから多分大切な言葉、キーワード、この話のキーワードになるのは多分異文化間ということ、異文化のことだなと、はい、ちょっと思っていいと思います。はい、異文化とか価値観とかですね、それを理解する、そして共有する、共有はシェアですね。はい、だから文化が違う人 A さんと B さんがいるんだけど、その2人の間で理解すること、それを理解してそれを共有することを促すというのは、もっとそれが早く進むようにするという意味です。促すには相互はお互いのことです。これは A さんと B さんのこと。2人の文化や価値観に関するについてですね、価値観について教育やトレーニングをするとそれが効果的ですと言ってます。ここまで大丈夫ですか？自分と違う文化の人を理解するために、それをするためには相手の文化とか価値観を勉強したりする、教育する、そういう練習をするととても効果がありますと言ってます。そしてこれにより、これというのはこれ出てきたら気をつけましょうね。これとかあれ、それ、はい、どれですね。どれのことをちゃんとチェックしながら読んでください。これと言ったらもうすぐ前のことが多いです。これはすぐ前だからこれを教育とかトレーニングすることが効果がありますよ。はい、これをすると、教育とかトレーニングをするとしたらです。これにより、だからこれをした結果です。人々は自己は自分の文化
とか価値観を客観的に見つめ、客観的に見つめとは見るということ。客観的は遠くから見るのイメージです。自分のことを自分で近くで見るじゃなくて、少し離れたところから自分というものを見るということ。はい。それを、遠くから見て、他者の視点を、他者だから他の人の見方をよりはもっとの意味、もっと理解できるようになります。はいと言ってます。おー、大丈夫ですか、ここまで皆さん。こういう教育、相手の文化を勉強する教育をすると、私たちは自分の文化とか考え方を遠くから見ることができるようになって、他の人の考え方、見方が理解、わかるようになりますと言ってます。そしてじゃあ次、真に理解し合うには、これは真実の真ですね。真というのは本当にの意味です。本当に本当に、はい、もう心の中までという意味。真に理解し合う、誰と誰が理解をし合う、 A さんと B さんですね。自分と知らない文化の人、はい、2人が理解をし合うには、そのためにはです。し合うにはというのはここためが書いてません。理解し合うためには、その一方ではなく、その一方、これちょっと難しいです。これは自分だけじゃなくてとか相手だけじゃなくての意味です。これね、一人だけではなくて、両者は二人ですね。二人の相互的な働き、相互はお互いの、はい、この漢字は互いですね。で、これは相手ですね。お互いの働きが必要。働きというのは仕事をしますの意味ではなくて、これは2人でちゃんと理解しましょうねと頑張ることです。そのことが必要で、それを通じて何か新たな価値を生み出す。それっていうのはすぐ前です。それは、相互的な働き。2人で一緒に考える。それをやって何か新たは新しいですね。読み方は新たなです。新たな価値を生み出す。2人で何が私たちは文化が違うんでしょうかと頑張って2人で考えて話し合ったりいろいろして、それをやっていると2人の間で何か新しい価値を2人の間で新しく生み出せる、見つけられると言ってます。見つけられて、その見つけたものを、それを共有する、シェアしましょうねという姿勢、そういうふうにしようねと考えていること、その態度、アティチュードです。姿勢が求められる、必要ですの意味です。はい。ちょっとここのページは難しかったですね。はい。もう一回簡単に言うと、本当にお互い2人が理解し合うのは、そのためには一人の人が頑張って相手を理解しようとするじゃなくて、2人で一生懸命考えていろいろしましょうね。そしてそうすると2人の間で新しい価値が生まれて、これ私たちの価値観ですねってことです。考え方とかで、それを2人で持っていくっていう、そういうふうにしましょうという姿勢が必要なんです。それをするとお互いが本当に理解できますよと言っています。はい、これなかなか難しかったです。はい、異文化間での価値観の理解をどうすればいいかという話でした。はい。では、私の YouTube でもっともっと日本語ぜひ勉強してください。ニュースを読みながら日本語勉強するというのもあります。はい。あとは N1 の
合格する方法とか勉強の YouTube もたくさんあります。はい、N2 もビジネス日本語もたくさん YouTube にあります。そして N1 読解、読解問題と N2 読解問題のビデオがあります。これ私のオンラインレッスンの中に入っていますので、リンクから見てください。そして私 Zoom レッスンもやっています。Zoom レッスンはビジネス日本語と会話練習とプライベートレッスンをしています。はい、全部、オンラインレッスンのリンクから見てください。概要欄、ディスクリプションか、下のコメントのところ見てくださいね。今日はJLPT N1、N2 の人、どちらもこれから JLPT N1 受ける人も N2 受ける人もどちらも一緒に聞いて大丈夫です。一緒に聞く話です。でもたくさんの方もメッセージありがとうございます。聞こえますね。よかったです。ありがとうございます。はい、じゃあ話をね、進めますね。読解についてちょっと今日はお話をしますね。これ N1 受ける人もここに書いてありますが N2 受ける人もどちらも関係がある。どちらも関係がある。答えはほとんど同じというか、です。何々が大切と私書きました。何が大切だと思いますか？大切なこと。JLPT の読解問題、リーディング問題をするときに大切なことです。これはここの私の答えはテストをするときに大切なことです。テストの時です。自分で勉強するときじゃなくてテストの時大事なことです。ここの意味はですね、合格する方法ですから、だからちょっとそういう意味です。テストの時に何が大事かといったら、これ答えは一つじゃないはずです。いろいろあるはずです。ですが私はちょっと今回は一つ考えました。これが一つ答えかなと思って皆さんにお話ししたいと思います。すごいたくさんいろんな方がチャットをくださっています。ありがとうございます。皆さん聞こえていますね。よかったです。ライブだとね怖いんですね。声が聞こえないとね悲しいですからねありがとうございます皆さん。よく聞こえます。よかった。でも答えを考えてる人がいる。なるほど。間違いを探すことが大切。なるほど。そうか。それもそうですよね。間違い探すこと大事なんですが、これね私が考えている一つ大切なことは、みんながテストをするとき、多分どのテストをするときも大事なことです。はっきり言って JLPT だけじゃないです。だけど JLPT の時は本当にこれは大事だなと私は思います。私がこのテストする時も同じです。これをすごく気をつけます。今ね皆さんいろいろチャットで考えている。で私が今思っている答えは例えば一つこれです。何々が大切、何が大切か。答えは何々何々か。いきます。答えはですねこれです。テストの時ですよ。テストの時間の時、これ大事。これです。どうぞ。これです。何を何分でするか。これとても大切です。これどういう意味？何が何分ってね。読解の問題、今読解の話してますよ。 JLPT の読解 N1 も N2 ももちろん N3、N4 もですけど読解の問題っていろんな問題ありますよね。 N2 は問題の種類が5個あります。 N1 は問題の種類が6あります。6です。でこれじゃあこの1番は何分でしたらいいですか。 2番の問題は何分でしたらいいですか。3番は4番は5分は。これが大事です。テストの時間って決まってますよね。ちょっとこれ話します。これを何も考えていないと、この問題1番の問題は例えば、
N1 も N2 も一番最初の読解の問題は短い問題ですね。短文というのです。短い文ですね。あれ何分でします？皆さん考えてますか？予定ありますか？計画してますか？それを考えてないと、そうなんです。こうなります。私読むのが遅いんです。テストしました。先生、この前テストしたんです。でも私読むのが遅いんです。だから私テストの時全部読み終わらないんです。どうすればいいですか？すごくこれを私に聞く人が多いです。はい。もうこれは前からです。学生さんよくみんな言います。先生、全部読み終わらないですよ。あんなにたくさんあるんですよ。どうして読解できるんですか？それです。合格できないです。よく言いますみんな。でもこれは、教える私から見ると、読むのが遅い、読むのが遅いから合格できない、それは違いますと思っています私は。はい。読むの遅い人、多分ね、みんな勉強中ですからそんなにね早くは読めないと思います。読むの遅い。でもじゃあどうすればいい？どうすれば合格する？それは例えば答え一つこれです。全部読まなくて OK です。そう、読解問題全部読まなくていいんです。読まなくていいんですか？そうなんですか？でも全部読まないと答えが出せないですよね。合格できないですよね。先生、嘘を言っている。いやいや、そんなことない。大丈夫。全部読まなくて大丈夫なんです。全部読まなくても点数、スコアは取れます。はい。取れるんです。で、例えば一つの答え、全部読まなくてもいいんだ。全部読まなくても答え出せる？どういう意味？これについて答えが今私2つあります。まず1つ目の答え、これです。さあ、ここで何かいきます。この答えはこれです。読解というのはこれです。いつも。はい。自分で読みますか？読解だからそう。答えが書いてあるところは決まっています。読解問題の何々の答えは何ですか？答え書いてあるところはもう決まってるんです。だいたいこの問題の答えはここに書いてあります。決まってるんです。もういつもパターンです。この時は、この問題の時はここにあるんですね。この問題の時はここですって。はい。だからこれどこに書いてあるか知っていると答え出すのがとても早くなります。そう。だから全部読まなくていいんです。はい。そして大事なことは、確かに全部読まないと全部 100% のテスト100点でした、全部できましたはできないです。だけど JLPT は100点取らなければいけないテストじゃないですね。100% できないと合格しませんじゃないですね。一つ間違えたらあなたは合格じゃないですじゃないですよね。だからいいんです。できないところがあってもいいんです。そう。でも大事なことは、答えがどこに書いてあるか決まってるんですから、それを知っていれば早く出せますね、答え。そう。これ大事です。はい。でもちろん教える私は知っています。この問題の時はここに書いてあるんですよ。ね、はい。だから私のクラスの学生の皆さんにはそれは話してます。もちろん教えてます。そうそうそう。で、もう一つの方法ですね。だけどちょっと見せましょう。これが例えば N2、まず N2 からいきます。後で N1 いきますよ。N2 は、これですね、JLPT の、文字語彙だから語彙ですね。語彙とここ語彙と文法と読解、これ全部の問題、何が出ますかというのが書いてあるものです。
これはJLPT のオフィシャルホームページからコピーしたものです。はい。で、もう私のビデオでよく話してる、例えば語彙の N2 だったら問題のパターンは6あります。いつも言いますね。6で私は6の問題とか5の問題とかよくしますよね。そう。で、文法もあるし、文法も私ビデオ作ってますね。文法の問題は問題の種類3つ。で、読解は問題の種類が5つありますよね。そうそう。で、N1 はちょっともう時間ね、長くなるから、読解だけ言うと、読解は5パターンあります。そう。そうそうそう。ね。で、全部 N1 だったら、これ全部の時間を110分でしなければいけないし、N2 の時は、これ全部の問題を105分でしなければいけないですよね。そう。だけど、これ全部 100% できなければいけないじゃないですよね。皆さん大丈夫ですね。知ってますね。読解のセクションだったらここで19点取ればいいんですよね。19点というのはだいたい 32% です。そう。N1 の時もそう。ここ読解で19点取ればいいです。32%。まず一番下の点数です。一番悪くても19点取れば合格します。はい。だけどもちろん全部でそれぞれそうですよ。19点ね。これ読解ごめんなさい。文字語彙と文法読解、あと聴解がありますね。最後にね。聴解で全部合わせて N1 だったら全部で100点ですよね。100点必要だし、N2 だったら全部で聴解も入れて90点必要ですよね。そう。だけど一番低くてね、一番ちょっとあんまりできない場合でも読解は19点できれば合格です。それは 32% です。読解の中で 32% できればいいんです。だから読解問題難しいなって思っても、この問題全部の中で 32% できればいいんです。それだけ。正しい答えが 32% 選ぶことができる。そしたら OK です。そう。ということは、やっぱり全部しなくてもいいんです。全部読まなくてもいいんです、読解は。うん。でも、心配ですってね。やっぱり読まないとって思いますよね。そうそうそう。それも気持ちもよくわかります。はい。で、なんだけど、一つ大事なことは、答え書いてあるところ決まってるから、これどこに書いてあるか。それは私は今は言えないです。読解クラスの人にしか教えられないんですけど、問題も今見せられないですしね。そう。で、もう一個あります。これの全部読まなくて OK な方法。はい。どうすればポイント、スコア取れるか。それはもう一個は、はい。何でしょうか。これ皆さんが答えるのはとても難しいと思うので、私が答えを言うと、これ。はい。ちょっと待ってください。はい。全部読まなくてもいいですと。じゃあどうやってやればいいんですか。それは、例えば一つの方法は、皆さんはね、テストの時、何々まずします。で、次、何々をする。それを読みましょう。で、私、読解クラスの人によく話してます。はい。なんだろうね。ここに入る答えは、やっぱり一つじゃないんですね。いくつか答えあります。これだけじゃない。私が今から言う答え一つじゃないんですね。だけど、そしてごめんなさい。今私はこの答えをちょっと言えないんですね。そういうわけにはいかない。一つの方法ですっごく大切な方法だから。合格するための大事な方法だから。はい。なので、なんだろうって自分でもよく考えてみましょう。読解、例えば N2 だったら5個ありますね。5パターン。じゃあどれを例えば自分で試験の時、はい、どうぞ試験始めました。どうぞしてくださいって。この問題バッて紙で渡されて105分です。だいたい
2時間にならないけど、まあでも120分、そうか、でも大体2時間くらいですよね。もう1本の映画を見るぐらいの時間、皆さんはテストをするんです。本当に疲れますね。そう、だからもうそう疲れるから前の日はよく寝るんですよ。あまり勉強しない方がいいですよ。1日前は寝てテストに行く、その方がいいです。本当に大変だから、体が疲れるから、試験はね。じゃあよく考えておいた方がいいです。皆さん、テストの時どこから自分は問題をするか、はい、どの問題からするか。一つ言えることは、絶対にちょっとカーソルがどこ行ったかな、絶対に上からしなくてもいいんじゃないですかと私は思ってます。そう読解もそうですね。読解も上からしなくてもいいんじゃないですかと私は思ってます。はい。だけどそれは人によっても違うし、違う順番でするとマークするときに間違えるということもあります。危険です。危ないです。確かに1番から問題をしていけば、1番だったらもう1番でマークしていけば、マークシートあんまり間違いないと思いますが、ちょっと違うところからね問題をするとマーク間違えてしまうかもしれないですよね。だからそういう危ない危険性と言います。危険なこともあるから、絶対これがとは言わないんですが、私の読解クラスの人には私は強く勧めてます。これからした方がいいです。はい。そうやっぱりあります。それ私だったらこれからするっていうのがありますので、そうだから私は今話さないけど、自分でもよく考えた方がいいです。それは本当に一個、もう一つテストをどうやって合格させるかというテクニックですから、よく考えておいた方がいいですよ。本当の試験も今までとあまり大きく変わらないはずです。こういうふうに出ます。でこれは皆さんJLPT のホームページで見られますから、どういう問題出ますっていうのね。はい。この問題を何分でしようというのもよく考えておいた方がいいです。はい。N1 ももちろん同じです。全部話は同じです。この問題を何分で終わりにしよう。はい。だから試験の時は時計を持っていく。絶対に持っていきます。そうです。教室に時計があればこうやってして、よしこの問題は何分でやる、5分でするんだ、だから時計をこう見よう、ね、できるけど、もしかしたら前にねとても体が大きい人がいるかもしれないし、見えないかもしれないですよね。よく見えない。それにいつもこうやって見てたら試験のチェックの人とねこう目が合うかもしれないし、なんか私悪いことしてないんでちょっとドキドキしちゃうかもしれないから、自分の時計持ってった方がいいです。ピピピピって音しないやつね。アラーム鳴らないもの。アラーム鳴るとあなたの時計ちょっとダメですって言われるかもしれないので、何も音しない普通の時計を持ってってくださいね。そうでそうですね。そうだから、読むのが遅いんですね。こうやってもう一回話に戻りますが、読むの遅くても大丈夫。読むのが遅くても大丈夫です。問題ないです。今私が言ったこの問題からしていけばいい。そして全部読まなくていいっていうそのテクニックを使えば全部読まなくても大丈夫なんです。それで全部読まない、そして読むのが遅くても答えはここに書いてあるというのが決まってるから、それで答え出せるんですよ。だから遅くてもいいし全部読まなくてもいいから、それでマークをすれば合格点は取れます。もちろん100点です。全部できましたね。間違いは一つもなかったですね。そうではないです。だけど合格することはできます。皆さん、そう大丈夫です。そうこれが大事。100点取らないでください。19点、一番低くても19点取れば OK なんです。それでいいんです。そうね。だからこれはとてもよく学生さんに言います。そうできないってすごく言う人本当に多いから。そうでもいらない、100点はいらないからね。はいということです。
で、ちょっと待ってくださいね。で、今話したようなこと私の読解クラスでもう何回も何回も話してます。これはこうだからこうしてくださいね、よく話してます。はい。で、まだね、入れますよ、クラス。で、N1 クラスと N2 クラス2つあります。ぜひね、今話したこと、答え、やっぱ分かんないなとか、どうすれば全部読まなくていいっていうのを知りたい人は、ぜひ入ってほしいですね。私説明してます。で、それも、ビデオのレッスンです。自分が時間がある時に見ればいいです。ビデオですから。で、何回も見られますしね。はい。そうですね。今入ってる人もやっぱりビデオで良かったって言ってます。皆さん仕事してたり学校行ってたり忙しいので、自分が忙しくない時にちょっと見られるからいいですって言ってくれてます。はい。で、このビデオは例えばごめんなさい。ですね。どっちかな。そう。N2 の人は例えば問題5パターンあるから5ですね。一つずつこの問題の時はこうやってやるんですよ。この問題は答えはどこに書いてあるんですよとか話してます。全部一つずつこれしてます。で、ビデオももちろんあるし、問題の PDF もあります。だから本当は自分で問題の PDF で自分で問題して、で語彙リストもあります。私作った語彙リスト、言葉の意味書いてある。でこの語彙は N2 なんですよ。この語彙は実は N1 の語彙だから覚えなくていいとかいろいろ書いてあるんですね。でそれを一回自分で勉強してからビデオを見るのが一番いいんですけど、もうそろそろね、時間もね、テストまで時間がなくなってきてるから、どうしても時間ない人はもう初めからビデオを見てしまっていいと思います。そしたらもう私ビデオの中でもう一つずつ説明してます。文の説明。まず一つの問題について、これはこういう意味ですねって話してます。で、答えはこれはここに書いてありますよね。これはここには書いてないですよね。反対にね、この問題はこっちには書いてないですよね。いつも書いてないです。決まってるから。パターンがあるから。そういうことも話しますので、もう最初にビデオ見てしまってもいいと思います。で、読解、そっか、どうやってすればいいか。そのテクニックを最初にビデオで勉強して、で、最後っていうかその後もう一回自分で読解のPDF で問題見て語彙リスト見て語彙も覚えるでもいいと思います。やり方は自由です、皆さんの。で N2 だったら5パターンあるし、N1 だったら6パターンですね。N2 は6です。N2 は長文が1つ増えます。N2 の時は5だったんだけど、N1 はここですね。これで長文1つしかないんですね。だけど N1 は長文が2つになりますね。長文ですね。そうだからもちろんこれも1つずつ説明してます。この問題について、この問題について、この問題について、これについて、これについて、これについて、全部やっぱり答えの出し方があります。この問題の時は例えばですけど、これとかね、長文だったらこの長文の1番の答えっていうのはここに書いてあるんです。いつも長文の2番の答えはここに書いてあるんです。いつも。例えばです。そういうのがもう決まってます。パターンです。いつもそう。はい。だからそれを知っていれば、時間がなくても、時間がなくなっちゃったら、もしね、本当の試験の時、そしたらそっか、時間ない、全部読むことできないけど、この長文のこの答えはあそこに書いてあるはずだから、そこだけ読みます。それでいいんです。で、あとは読めなかった、ダメだ、でも一つは読んだからマークした、 OK です。そしたらその読んだところは多分正しい答えマークできてますから、それでポイント取れますね。0点じゃないですね。それでいいんです。100点取らなくていいからです。100% できないといけないテスト、 100% 一つも間違えてはいけません。このテストはじゃないです。だからです。もちろんそれは読解だけじゃなくて、文法もそうですね。 100% できなくていいし、文字語彙も 100% できなくていいし、
全部一番低くて 32% できればいいんですよ。そうね、だからそれを皆さん気をつけて忘れないでほしいです。本当に特に N1 受ける人とかね、N1 は本当にもう難しいから無理だと思いますね、思ってる人いるんですけど、そんなことはない。大丈夫大丈夫、できます。そうね。だからでそう、私であと何回か今ちょっと違うこと言ったかも。読解で19点取ればいいし、文字語彙文法でですね、失礼しました。文字語彙文法でここで2つ合わせてこれで19点取ればいい。だからここ2つ合わせて 32% できればいいんです。全体のここで 32% できればいい。こことここ合わせて60点だから。N2 も同じです。ここの文字語彙と文法合わせて60点。全部できたら60点。だけど全部できなくていい。全部できないで19点だけできればいいんです、ここは。そうで、19点というのは 32% です、ここのね。だいたい 32% です。一番低くてですよ。そうね、だからそこ気をつけてください。全部ってね、これもわかんない、これもわかんない、ダメかもって思わない方がいいです。そう大丈夫ね。ですのでそういうふうにやってみてください。ということで、N1 も N2 も、テクニックは、同じです。ただ N1 と N2 何が大きく違うか、それは N2 の方が語彙が多いんですね。文法3つで同じだけど N1 は語彙が4つしかないんです。4パターンしかないんですね。4種類しかない。そうで、文法は3つ、そしてそれで読解は1つ増えてる。だから N1 はやっぱり読解が多いんです。問題が多い。そうだから皆さんね、 N1 も N2 もですが、この110分 N1 だったら110分 N2 だったら105分、この時間をどうやって使うか、テストの前に自分でよく考えた方がいいですよ。時計を見てね、例えば1時から試験が始まる、午後の1時からだったら午後の1時だから、1時10分までには何が終わる、そして1時20分までに何が終わる、1時30分までには何が終わる、自分で決めておく。今大体で言いましたが、そうでごめんなさいね、私の読解クラスの人にはこれは細かく話してます。決めてください、ちゃんと。なぜかというと私は読解クラスの人にはこれは何分ですよ、短文は問題が、4つかな。N2 は5つですね、失礼しました。短文5つ出るから、いつも5つ出てる。ちょっと変わる可能性ありますけどね、5つだったらこれは一番長くても何分で終わりにしなければいけないですよ。中文は3つ出るから何分で終わりですよ。これも何分、これも何分、これも何分ですよ。だから読解は全部で何分で終わりにしてくださいね。私とても言っています。話してます。はい。ですので、これはね本当に大事です。はい。もう時間があったら私できたんです。時間が短いから合格しませんでしたはダメなんです。それはできてません。残念ですがそれは合格じゃないんです。そうだけど100点取らなくていいんです。じゃあどうやってやればいい、ね、大事でしょう。それを考えておくこと大事でしょう。そうね。ですのでよく考えてみてください。皆さん試験の前にもう何の問題がいくつ何個出るかっていうのはもうほとんど決まっていて、ほとんど変わらないです、毎年。実は何かの問題が出ないっていう時々あるんですけど、珍しいです。ほとんどね、これが JLPT がもうオフィシャルで発表している、これが出るんですよって言ってるから、その通り出るはずです。だから皆さんはテストの前に計画できる、考えられるんです。これは何分で絶対に105分で終わりにしなきゃいけない。N1 は絶対に110分で終わりにしないといけない。N1100 もう逆にこっちもやっぱりだいたい2時間です。
2時間皆さんうわー日本語の問題するんです。今までずっと頑張ってきた勉強、この2時間に全部出さなければいけないんです。これ私が100点この問題で取ってください。あなたは日本人ですから 100% できなければいけません。そして110分でしてくださいと言われたら、私ちょっとドキドキドキします。やっぱり考えます。どうしよう、どこの問題最初に初めからしようかな、どうしようかな考えます。そして私も自分で問題する時も時間をいつも測ってます。この問題は何分でできた、この読解は何分でできた、これはやっぱり難しかったな、時間がかかった、あるんです、そういうのがね。だから日本人で日本語が自分の国の言葉でも簡単ではないんです、読むの。そうだからだからこそもうちょっと読めばわかる、あと2分あれば読める、読んでしまうんですね、練習だと。でそれがいつもしていると本当の試験の時もそれをしてしまいます。そうするとどんどん時間がなくなります。そうなると一番悲しいのは、本当は読めば分かった簡単な問題が最後にあって、これ時間あったらできたのになって思う。だからもう分かんないけど、もう何でもいいからじゃあ3番にする、全部答え3番でマークして終わりにする。そして合格しませんでした。これが一番悲しいですね。これにならないように気をつけてください。自分は何を最初にするかよく考えてくださいね。時間はみんな同じです。みんな110分 N2 は105分で決まってますね。ですのでもしかしたら自分で考えるとき N2 で105分だけど、いや100分で終わるようにしよう、あとの5分は最後答えチェックしよう、もう一回っていう風に予定を立ててもいいですよね。もしできたらそれでもいいし、もう105分でもしっかりどうするってね考えてもいいし、それは自分の自由です。やってみてください。はい。ただ私の読解クラスの人には読解については特にこれは何分ですよ、これ以上はダメ、やりすぎ言ってます。はい。今は言えないです。はい。それね、ぜひね知りたいなって人はねクラスに来てください。そうだから何が大事、何を何分でするかが大事です。これはっきり言って読解だけじゃないですよね。文字語彙もそう文法の問題もそう、何分ぐらいでこの10個の問題終わりにすればいいかっていうのは考えた方がいいです。で自分で家でタイマーで測った方がいいですよ。本当にキッチンタイマーありますよね。私も今キッチンタイマーあるんですけど、これピッピッピッってね測ることできるんですよ。使ってます。私が問題する時も、自分で問題する時もだし、例えば他のね英語の勉強とかドイツ語の勉強とかで問題する時も測るようにしてます。そうだからもうまだこんな少ししか問題してないのにもう時間終わっちゃったって、私は大体いつもそうです。どうしよう時間がない、私本当にいつもそうだから、学生の皆さんの気持ちすごくわかります。時間がないんです。そうですよね、考えたいしね。ただ試験の時間はもう時間との戦いです。短い時間でできるか、正しい答えをしっかりその短い時間で選べるかっていうのが、本当にあなたは日本語できますね、残念ですができませんね、これがもうチェックすることになるんですね。それがテストです。だから練習する時も自分で気をつけるといいです。時間何分、私はこの問題何分で終わったって気をつけてください。本当にゆっくりやらない。この語彙わかんないから携帯電話でちょっと調べよう、やっちゃダメなんです。私よく言いますよね。今問題は答えすぐ出すんですよ、携帯で止めて、このビデオ一回止めて YouTube 止めて携帯で語彙の意味調べてから文法問題します、気持ちはわかる。そうしたいですよね。だけどしない方がいいです。答えはまず一回出す。で一回それで終わりにする。でそれから調べるにしましょう。
だいたい今1分時間使ったとか今2分経ったとか分かるようになります。だんだんそうやって時間気をつけてると。そうそう。だからね、何を何分ですればいいかっていうのをよく考えてみてくださいね。絶対にできる問題が入ってます。全部の問題難しいわけじゃないです。読解もそうだし他の問題もそうで特に読解はそう。全部の問題、これ全部の問題がもう私は泣きたい日本語の勉強やめたいって思うくらい難しくはないんです。大丈夫です。 N1 にレベルいってる人だったら読める問題が絶対にあります。だけどそれをいつしますか、それが大事です。よく考えてねください。でそれ何分はごめんなさいね、クラスで話してます。ですのでよかったらクラスに入ってみるね、来てみてください。はい、でどうやって入ればいいですか。これはじゃあこの下を見ましょう。この、そうディスクリプション、この今皆さん見てくださってるビデオの下のとこにN2 クラスリーディングクラスって書いたかな、読解クラスって書いたね多分ね。そこのとこあります。読解クラスはそこから入る。 N1 は N1 クラスの読解クラスのところをクリックする。でそこから入れます。そうね、入ってみてください。でさっきも言った通りその N2 だったら5つの問題1つずつ練習できます。みんなどうやってやればいいかがみんな違うんです。みんなこれは答えここに書いてある、この問題はここに答え書いてあると決まってるから、それ一つずつ私話してます。 N1 だったら6個の問題してますね。見てみてください。先にビデオから見てしまえば全然まだまだ時間大丈夫だと思います。だいたい一つのビデオだいたいですけど45分ぐらいから長いと1時間ぐらいまでのビデオになります。だいたいみんな50分くらいですねになってます。はい、私ね説明長いですからね。そうやっぱり長文とかね説明したらまあ大変ですね。でもそれでも1時間くらいだったと思います。この意味はこれですよ、もちろん話の意味ももちろん説明するし、長文だったら長文の答えはここにいつも書いてあるんですよっていうのを言ってます。だからそれ一つもうパターン決まってるから、そのパターン知っていれば別の問題した時も同じパターンです。答えは同じように出せます。だからその後自分で練習できますよね。そうということです。はい、ですので、ぜひね、まだね来てない方はぜひやってみてください。来てみてください。もうね実はもうすごいたくさんクラスにもいらっしゃってるんですけどね、まだまだね YouTube 今見てくださってるみんなが来てるわけではないので、ぜひねみんなにやっぱり合格してもらいたい、そのために私はクラス作ってますから、はい、来てもらえたらいいなと思います。はい、ということで語彙リストもあるからね、語彙の勉強にももちろんなります。はい、ということでじゃあ今日はこれで終わりにしようと思います。そうですね、皆さん今チャットを見ています。はいモハマドさんが先生大事なことを教えてくれてありがとうございます。そういえいえ、でも本当に大事です。何の問題を最初にするのかっていうのは皆さんぜひ考えてみてくださいね。はい、でクラスに入るで申し込みした時に申し込みしたら終わりじゃなくてメールが届きますから、自分のGmail で申し込みするんですね。Gmail をよく見てください。Gmail に私からとかメール来ますので、それを見てどうすればいいか書いてありますね。見てください。でクレジットカードで申し込みがお金払うのはクレジットカード。で銀行から払うことはできないです。クレジットカードだけです。はい、でお金はもちろん1回払えば終わりですね。お願いします。ということでじゃあそれでやってみましょうね。皆さんね、もう試験ね、本当の試験もう近いから大変だと思いますがもう泣きたいっていう試験じゃないんです。JLP っていう100点取らなくていいから。
試験によってはね、80% できないと合格しません。あります、そういう試験。大変ですよね。20% しか間違えることできないんです。これはそんなことない。だって、N2 は全部で90点取ればいいし、90点って全部の半分です。50% 取ればいいし、N1 は全部できたら180点だけど、100点取ればいいんですよ。100点。そう。だから別に全部できないとダメじゃないでしょ。そう。なので、本当の試験の時もやっていて、ダメだった、この問題難しい、きっと次の問題も難しい、私はできないんだ、また来年頑張ろうって思わない方がいいです。次の問題はできるかもしれないから、これは分かんない、これは分かんないから捨てよう、それでいいんです。どんどん次に行ってください。それよりも時間をちゃんと決めておくことが大事ね、です。はい。ということで、皆さんやってみてください。これは私も学生の時、自分がいっぱい失敗した、ね、って思って失敗したからこそ、皆さんにとても強く、厳しく、この話をしています。で、ぜひね、せっかく試験というチャンスがあります。大事です。試験は嫌だけど、一つチャンスです。ね、皆さんが新しい世界に行けるチャンスですから、もし合格しなくても今頑張ってる、それはすごく大切なことです、ね、だからまずは諦めない、まずやめない、まずは勉強を止めない、それ大事。まずテストの時まで走り続ける、風邪をひかないように。そうね、本当にそうですね。体が元気じゃなくて勉強できなかった、そしてテストの日来たでちょっと頭も痛い、あんまり体の調子良くないでテストやっぱりできなかった、悲しいですね。1ヶ月前の方が元気だったのに。やっぱり元気な方が本当にいいです。試験の時間長いからね。皆さん忘れないで、試験の時間は N2 は105分です。本当に長い。私の今日のビデオよりもっともっと長いですね。そしてN2 はだってあれですよ、105分した後、その後懲戒何分ですか？懲戒50分ですよ。長いですね。全部で155分。うわー3時間ぐらいですね。泣きますね、もうね。私だったらね、眠くなるね。そう、 N1 もっと長いですよね。文字語彙終わった、全部やった、読解終わった、それで110分でしょ。もうこれ大体2時間ですよね。映画見終わりましたよね。1本映画終わった。その後もう懲戒、今度は何分？ N2 の時は50分、 N1 は60分です。60、長い。また一つ何かドラマが見れますよね。アニメでもね、アニメ2つぐらい見れますよね。もう嫌ですね。私は絶対に嫌です、そんな試験。はい。そう。私もね、長い試験で本当に6時間ぐらいの試験とか受けたことありますけど、本当に疲れます。もうテストが難しいだけじゃなくて、もちろん体ですよね。もう今までで一番グーって集中、この答えはってしてますから、今まで使ったことない頭使ってますけど、それを6時間試験とかした後はもうですよね。そうもう誰とも話したくないね。もう帰りの電車もうわからないみたいな、もうって感じです。そうだから、やっぱり前の日1日前よく寝ること大事だなって思いました。私その時やっぱりあんまりよく寝てなかったんですよね。だからやっぱり良くない、それは。だから皆さん本当に試験の前の日はよく寝てくださいね。もういいから、前の日はもういいから、ちょっとリラックスね。で試験になる前までですね、今はまだ頑張る、今週はまだ頑張るですね。頑張ってください。そうまだ今週も私ビデオも作っていきますので、まだね、最後の最後までまだ頑張りましょう。そう頑張るけど、1日前はちょっと早く寝る、いつもよりちょっと早く寝てっていうのがいいと思いますね。やってみてくださいね。
じゃあ、クラスね、ぜひね、まだの人、ぜひ来てみてください。そして本当に申し込んだら、メール届くから、自分のメールアドレスよく見てください。それ見ないと、どうすればいいか分かんなくなります。ね、お願いします。そして、これちょっと、関係ないというか、ちょっとプラスの話なんですが、ね、JLPT もそうなんですけど、N1 のレベルよりもうちょっと上のレベルのビデオもこれから作っていこうと思っています。N1 より上だから N0 ですね。N0。すごいでしょ。そう。国で、特に日本人と一緒に仕事してる人は、例えば電話でよく日本人の人と話しますとかね、メールを書かなければいけないんですとか、会社で会議で日本語で話さなければいけないんです、プレゼンテーションを日本語でしなければいけないんですという人は N1 よりもうちょっと上のレベル必要です。実は厳しいこと言うと N1 よりもっともっと上です。もう本当 N0 ですね。そのくらいの日本語はビジネスではもう必要になります。日本でいい仕事をしたい場合は特にです。はい。簡単な仕事ではなくて、日本で本当にいい会社で日本人と日本語を使って仕事をする場合は、かなりレベル高い日本語必要なので、N0 になりますね。それは、まだ YouTube では教えていないんですね。で、ちょっと今考えてます。その N0 のレベルについて、ビデオを作っていこうとも思っているし、クラスをまず作ろうかなとも思っています。はい。で、N0 の勉強だとしても、N0 は十分 N1 にも、N1 の読解とかにはもう出てきてますので、そのぐらいやっぱり N1 の読解難しいです。だから、N0 のビデオ、私がこれから作ったら、ぜひ N1 撮りたい人とかね、ぜひ見てほしいです。はい。かなり難しいです。なんだろう先生、どこの世界かなって。N1 ここだけ。N0 って何ですかってね。見えない。何日本語話してますか本当にって、ね、と思うかもしれないけど、日本人はそういう日本語を実際に使っています。はい。そして私は皆さんにこう YouTube で話すとき、クラスのこの読解クラスもそうだし、学生さんと話すときは簡単な分かりやすい日本語、そして、ゆっくり話すようにしています。日本人と話す時より少しゆっくりです、私。ですからまだね聞きやすいとは思うんですけど、N0 の場合でもそんなにもちろん早くは話さないんですが、どうしても語彙がね難しくなったり文法が難しくなったりはします。ですがとっても勉強になるはずですので、ぜひねちょっとそれ始めたらぜひまた見てくださいね。はい。日本でいい会社で働きたい人、これからいい会社に就職したい人とかねです。はい。ビジネスの本当の日本語、本当に使う日本語を勉強したい人とかはぜひ見てほしいなと思ってます。そしてクラスも開こうと思ってますので、ぜひね、お待ちください。はい。ですが、それはそれでということで、皆さんまずは、今日は読解の話でした。読解で、時間何分で何する、これ忘れないでくださいね。頑張ってくださいね。はい。じゃあ、今日はこれで終わりにします。私 Twitter もしてますが、今日はもういいです。Twitter は下のとこにディスクリプションに書いてあります。Twitter してますので、もしよかったら、フォローしてください。フォロワーさんが今とっても増えてます。新しいビデオ作りましたとか、新しいクラス開きますとか連絡をしてます。はい。じゃあぜひね、皆さん頑張ってください。ぜひまだ間に合います。ビデオ全部見終わりますので、時間あるはずですから、ぜひまだクラス入ってない方、来てください。今チャットでもね、クラス入ってる方がもうチャットにも入ってきてくださってますけどね。ありがとうございます。ぜひ、クラスの人、私よく話すんですが、ズームとかで話すんですけど、入ってよかったですってね。というか、これ安いと思いますっていう風に言う人も結構多いです。先生、すごいいっぱい話してくれてるってね説明してくれてるってそうかっつって、よくわかるようになりましたってね、
皆さんよく言ってくれます。このビデオ見て自分でも練習よくできるようになったっていう人多いので、よかったなと、やってよかったなと思ってます。はい。私も自信があるビデオですので、ね、ぜひ皆さんのぜひそれを使ってほしいなと思ってます。はい。